こんにちは、モネです。今日の動画は無印良品のおすすめ文具を紹介していきます。消しゴムとか物差し、テープカッターなどなどデザインがシンプルなのが好きで、何かとね我が家の文具は無印良品さんのものが多いんですが、そんな文房具の中でも使い勝手が良くて何度も使い切っては買い足してるリピートアイテムを集めました。皆さんのお気に入りの無印文具もよかったらコメントで教えてください。それでは今日も楽しいおうち時間行ってみましょう。まずはこちらの水性サインペン。お値段は1本120円。色数は黒、赤、青、濃い藍、サビアサギ、あんず色、からし色、灰色、うぐいす色、藤紫と10色あります。色の名前からもわかるように比較的落ち着いたくすんだ色なので、手帳で使ってても目がねチカチカしないっていうのかな、そういうところが好きで何度もリピ買いしています。特に私が買うのは黒とサビアサギとあんず色、からし色とうぐいす色の5色です。このね太さがすごくちょうどよくて、私はこの水性サインペンは文字を書くっていうよりは色を塗るのだったり枠線に使っています。スタンプにはまったことでかなりね活躍の場が広がりました。スタンプはシャチハタの油性顔料系インキを使っていて、その上から塗ることが多くなったので、この太さがねほんとちょうどいいんですよね。そしてねここ半年黒プラス1色のページが楽しかったので、来年は3ヶ月おきにこの水性サインペンを使って1月から3月はサビアサギ、4月から6月はあんず色で、7月から9月はからし色にして、10月から12月はうぐいす色みたいなね感じに色分けしてみようと思います。ページの色を決めることで、今までねなかなか使ってあげれなかったマステとかシールのデコアイテムを使うきっかけにもなってるんですよ。お次はフリースケジュール付箋紙マンスリー。お値段は100円。サイズは約 75×120mm でバイブルサイズの手帳に収まるくらいのサイズ感になってます。枚数は1セットあたり13枚。私はこの付箋を自分の予定じゃなくて一緒に住んでいる彼の予定を書き込むのに使ってます。自分のスケジュール帳に書くにはスペースが足りないし、っていうかねやっぱ一緒に書いちゃうと自分の予定なのか彼の予定なのか頭がごちゃごちゃになっちゃうから嫌だったんですよね。でもかといってね書いとかないと忘れちゃう。そんな時にこのスケジュール付箋がすごくね便利でした。取って貼ってが簡単なので自分の予定とも比較しやすかったりとか、書く時の邪魔にもならないので良かったです。あと付箋なのでね手帳じゃなくて壁や物にも簡単に貼れます。なのでハビットトラッカーのようにして使うことや冷蔵庫の在庫チェックなんかにも活用してました。その月が終わればゴミ箱にポイってねしちゃってもいいものなので気楽に使えて便利なカレンダーです。お次はミシン目入りマスキングテープフリーダイアリー曜日。お値段は190円。1個のマステに月曜から日曜までの1週間が60週分入ってます。1年がね約52とか53週なので1年間は余裕で持ちます。カレンダーのフリータイプ部分やちょっと曜日を足したいななんていう箇所に貼って使ってます。テンプレートで曜日を自分で付け足さなきゃいけないとき、
自分のね文字で書いちゃうとどうしても予定の部分と固定部分のメリハリっていうのかな、そういうのがなくなっちゃうっていうか、ちょっと見にくく感じてたので、見やすくする意味でも固定の部分を自分の字じゃないもので置き換えられるのは本当にありがたかったです。あとやっぱね、ミシン目がめちゃくちゃ楽ですね。ミシン目入りマスキングテープシリーズは他にもチェックボックスとフリーダイアリーの日付があります。どれも水性ペンで文字が書けるので、ペンを選ばず心置きなく手帳で使えるのもおすすめです。お次はこちらのポリプロピレンデスク内整理トレイ。細長い方が、ポリプロピレンデスク内整理トレイ3になってまして、お値段は150円。そしてこちらの小さいポリプロピレンデスク内整理トレイ1が120円です。このトレイはサイズ違いが4つあって、自分の整理したい場所に合わせて組み合わせて使えます。私は特に使い勝手が良かったので、1と3のトレイをリピ買いしました。恥ずかしながらね、私去年くらいまで机の中ほんとぐちゃぐちゃだったんですよ。とりあえず引き出しに放り込んだり、机の上にとにかく重ねてました。そんな私だったんですが、去年の引っ越しを機にいろいろ収納用品を取り入れ出しました。そこで買い足したのが、ポリプロピレンデスク内整理トレイでした。見えない部分ではあるんですが、同じ素材なので統一感はあるし、安いですよね。それにこんなにね、机を引き出した時に物が動かないんだって結構感動しました。1と3が特におすすめな理由としては、やっぱりよく使う文房具のサイズ感にぴったりなところですかね。トレイの3は左から2つ目に仕切りを入れたらマイルドライナーがぴったりで、ペンが全く動かなくて快適です。マスキングテープもジャストフィットとはねいきませんでしたが、見やすい形で収納できました。このトレイの中のマステは私の一軍アイテムなので、トレイごと手帳時間にスッと机の上に出せるのがすごくね快適ですね、やっぱり。あと1のトレイにはペインタブルスタンプを入れてます。あとね、2ミリほど大きければ4つ入れられたのになんてね、最初は思ってたんですが、使い始めてから逆にねぴったり入ってたらギチギチでね取り出しにくくなってたのかななんて思い、今ではこのゆとりのおかげですごいね取り出しやすいです。お次は詰め替えるペン。詰め替えるペンは本体がね30円ともうびっくりするぐらいの破格で、ノック式とキャップ式、そして本体が白、黒、半透明の3種類があります。で、替え芯は60円。替え芯をリピートで買ってます。私は赤と青の2色を使っているので、中の色が見える半透明のものを使ってます。普段メインで使うペンがキャップ式なので、補助的な立ち位置の赤と青はどうしてもノック式が良かったんですよね。補助のペンって連続で書くっていうよりちょこちょこ使うことが多いので、ペン先をしまう楽さって結構私の中で重要だったんですよね。以前はハイブリッドの赤と青を使ってたんですが、キャップをねいちいち戻すのが面倒で、そのままペンを机の上に置いとくと、いつの間にか服の袖だったりとか他の紙を汚しちゃうなんていうことがしょっちゅうあったんですよね。なのでちょこちょこ使いたいものはノック式が便利と気づき、詰め替えるペンのノック式をずっと使ってます。お次は文庫本ノート。
サイズは 148×105mm で144枚、288ページの仕様になってます。そしてお値段は消費税込みで120円。この文庫本ノートと少し大きな単行本ノートのサイズを何度も行き来してました。このノートはもっぱらタスク管理やらメモやらの何でも帳として使ってて、最後は捨ててしまうノートなので気張らず書ける一冊でした。会社員の頃からずっと使ってたので、なんだかんだでね5年以上は使ってますね。とても好きだった文庫本ノートなんですが、試験的にタスク管理の方法を日々ごとから週ごとに変えまして、来年からは使わなくなる予感がしますが、ずっと使ってきたお気に入りだったので紹介しました。このノートがあったからこそバレットジャーナルの真髄キーでね、分類するタスク管理をマスターできたと言っても過言じゃないと思います。そして最後はポリプロピレンスマホスタンド付きケーブル収納。お値段は190円。文具との関係はね、まあないじゃないんですけど便利すぎたのでおまけで紹介させてください。長すぎるコードをセットしてつまみを回すだけでコードをすっきり収納できるアイテムです。作業をするとき基本的にヘッドホンをつけるんですが、長すぎるコードがねちょうどいい長さになって引っかかっちゃうことがなくなりました。でも最近はコードレス使ってる人のが多いのかな。コードありのアイテムを使ってる人にはおすすめです。持ち運ぶ時にカバンの中ですごい絡まらずに収納できるのが本当にありがたいんですよ。便利すぎて他にも持ち運び用の充電ケーブルだったりとかゲーム用のイヤホンにも使ったりしてます。ちなみにつまみの反対面のへこんでる部分を押し出すとスライド式のスタンドになります。今日の動画は私が何度もリピ買いしてる無印良品のおすすめ文具を紹介しました。紹介したアイテムは概要欄にリンクを貼っておくので、気になる人はチェックしてみてください。皆さんのお気に入りの無印文具もよかったらコメントで教えてくださいね。ということで今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよっていう方や楽しかったよ、応援してるよなんていう方はぜひねグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。いまいちだった場合も正直ねバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モネでした。